皆さんこんにちは。今回の動画のテーマは予告しました通り、マザーズ銘柄の需給分析について、ちょうど1ヶ月前、9月の15日にこちらのサムネイルで急騰する小型株、踏み上げが起きる銘柄の共通するデータというのを探してくる企画をご紹介しました。その時の条件設定では、サムネイルの通り4銘柄出てきましたので、それを自ら投資していく形で、まだ1ヶ月ですけれども、それぞれの銘柄で動きがありましたので、アップデートいたします。ただこの1ヶ月間ですね、マザーズ指数というのが、かなり暴落したと。はっきり言ってカモラレ自身、この企画ちょっと厳しいなと思ったぐらいの局面でしたけれども、そもそもマザーズという指数が終焉するというお話、これも交えてマザーズ全体に対する需給も悪化しているということをお話ししたいと思います。また先ほどご覧いただいたサムネイル、前回の動画では4銘柄データ上厳選されたと申し上げましたけれども、足元1ヶ月経ってデータが更新され、新たに需給が逼迫してきている銘柄というのもご紹介したいと思います。よろしければ今回もぜひ最後までお付き合いください。まずはマザーズ指数、この1ヶ月とんでもなく暴落している。私が企画を始めたせいではないかと言われてしまいそうなぐらい始めた瞬間から大きく下がっていますけれども、こちら過去20年間のマザーズ指数推移をご覧いただいても、直近の 657.3 という指数はコロナショックで株価が総崩れしたタイミング、2020年の3月、あるいはさらに遡ると2012年以来と非常に数少ない低水準となっています。そもそも20年前はですね、2500を超えるような凄まじい山をつけていましたけれども、ライブドアやリーマンショックなど相場が大きく崩れる局面、この3年間で実に 90% 以上の下落幅を記録しました。そこからですね、2012年まで低水準で推移して、アベノミクスが始まると同時に指数が持ち直してきたという展開。下の棒グラフに関しては出来高の推移を示していますけれども、9割下落した2006年から2008年にかけて、もはや出来高はほぼないに等しい状況でしたけれども、2012年以降ですね、再び活況になってきた。しかし足元のところ、一番右の2023年ですね、年明けをピークに出来高が大きく下がっている。そして指数は夏頃をピークに急落しているということで、今のマザーズ指数の水準、先ほども申し上げた通り、この赤のラインよりも下回っている期間というのは20年遡ってもほとんどタッチしていないような歴史的低水準となっています。とはいえ、今のところまだ2021年につけた1200程度の水準からは半分程度の下げということで、この1ヶ月間ぐらいの下落幅でヒーヒー言っていては、長期投資家の流すたると思いますけれども、こちらご覧いただいているのは直近1年間のマザーズ指数とアメリカの10年債利回りの推移。これを見ると金利が上がっていくのと同時にマザーズ指数が下がっていく逆相関の関係性というのが一目でお分かりいただけると思います。特にその傾向が顕著になったのが7月以降。7月というと最も直近でアメリカが利上げを決定したタイミングですね。そこから逆相関の関係性というのはより色濃く出ている形となっています。そんな中でこの1ヶ月間、この企画マザーズ銘柄を中心にピックアップされるので、実際に投資して検証していくというのは非常に苦しいものがあるんですけれども、どのように需給が逼迫している銘柄を見つけてくるかというデータのご説明を簡単におさらいしますと、1週間ごとに出ている空売り算や信用売買のデータをスタンダードグロース市場に上場している1900社以上を銘柄ごとに集計して近似直線を引く。そしてその購買がどんどん拡大していっているデータかどうか、そして足元のところの比率、流通株式数に対する空売り株数、あるいは信用売買の株数を計算します。そして先ほど引いた近似直線と直近の比率がどれくらいの差になっているか、つまり直近がトレンドの拡大よりも大きく比率上昇しているかどうかというのを差として拾ってくる。売買それぞれのサイドで4つずつのデータを集計します。これをもとにご覧いただいているそれぞれの条件を設定してピックアップされる銘柄を前回9月15日アップした動画でご紹介しました。サムネイルに4銘柄と書いてあったのに6となっているじゃないかというのは、ご覧いただいている一番上、海浜と一番下のビューティー花壇というのは、踏み上げ銘柄を探す先駆者であるトンピンさんの選んだ銘柄ということで、それとデータ的に合致する他の4銘柄というのを検証対象としているわけです。そしてその4銘柄というのが中ほどのアレント、インフォリッチ、メイホーホールディングス、スマサポとなっています。そしてそれぞれの空売り算信用売買の推移をご覧いただきますと、
ピンクのラインのタイミングが9月の15日、そこから4週間、1ヶ月分のデータ更新、ピンクのラインより右側が前回の動画から更新されたデータです。いずれの銘柄も拡大傾向というのがストップしている。特に顕著なのは右上のインフォリッチ。8月末、9月の頭につけたピークから売り買いともに収束方向に向かっています。冒頭で申し上げたようにマザーズ指数が暴落しているということで、信用買いの方は圧力に耐えかねて損切り、逆に空売りの方は下がった銘柄であれば利益確定ができるということで、相場の全体感としてはどちらのデータに対しても収束を助長するような環境ではありますけれども、結局この4銘柄1ヶ月間どのような推移をたどったか、9月15日時点で検証として申し上げたのは確かアレント、メイホーホールディングス、インフォリッチ、この3銘柄。一方で右下のスマサポに関しては株価推移も勘案してウォッチはするけれども投資対象とはしないと、そういった判断でスタートしました。ただ見ているだけでは面白くないですので、左上アレントと左下メイホーホールディングス、右上のインフォリッチをそれぞれ2対2対1ぐらいの比率で実際ポジション持ってみて今後確認してみたいと思います。ということでそれぞれの株価推移、そして検証結果をご覧いただきますと、こちらまずアレントですけれども、9月15日動画をアップして最速で変えたのは週明け9月の19日となりますけれども、そこから入るタイミングとしては完全に個人的な訂正判断で9月の22日を主に買い付けの対象日としています。そこからアレントに関してはプラスの 9%、直後にですね 7% を2営業日連続で上昇を記録するタイミングがありましたので、そこから続くかなと思ったんですけれども、相場の全体感も弱いということで、あまり余裕なく早めに利益確定を行っています。次にメイホーホールディングスですけれども、こちらに関しても9月22日からの株価の推移で、実のところ前回の動画から更新が1ヶ月となった最も検証期間の長かった銘柄がこちらのメイホーホールディングスですけれども、株価の推移チャートがかなり収束していっているので、結局下に出るか上に出るかのタイミング待ちと約1ヶ月間待ちましたけれども、先週ようやく上の方向に出てきてくれたということで、プラスの 28% になっています。そして右上のインフォリッチですけれども、こちらはチャート的にかなり高値圏にいるということで、買いづらいなと思っていたわけですけれども、9月の22日に入ったタイミングでかなり大幅な上昇がありました。こちらの銘柄に関しても、ここから空売りの買い戻しなど踏み上げが起きてくるかなと思って入りましたが、結局その後は行ったり来たりの推移で、左側の2銘柄よりは期待値高くなかったということで、マイナス 3% で損切りを行いました。ただこの銘柄に関しては、需給というよりも業績の方が伸びている。別の企画でテンバガーを探すというのをやっていますけれども、そちらで引っかかってきそうな業績の伸び率。何をやっている会社かと言いますと、最近よくいろんなところで見かけるようになったスマホの充電器ですね。駅やテーマパークなど至るところに出現するようになって、今後非常に業績は注目の銘柄かと思います。そして最後スマサポですけれども、こちらに関しては前回の動画でも申し上げた通り、ウォッチだけして投資は行っていません。ということで、前回の動画から最速で買える19日の株価、そして足元のところまで株価推移をたどるとマイナスの 16% ということで、需給の面からはあまり投資妙味なかったという結果になっています。ということでわずか1ヶ月間ですけれども、マザーズの相場全体感がとんでもなく悪いということで、だいぶ短期的な投資になってしまったのはご視聴いただいている皆さんに申し訳ないんですけれども、目をつむっていただいて、スマサポ以外の3銘柄についてはそれなりに大きく上がる局面が現れたといったような1ヶ月間でした。また1ヶ月間でこの4銘柄に関しては早々に引き上げましたけれども、本来であればもう少し様子見をしたいわけですが、一番は先ほど申し上げたようにマザーズが大きく崩れている中で向かい風の状況になっている。甲子園でいうと浜風がめっちゃ吹いているのに左バッターが引っ張りでホームランを狙うような状況ですね。なぜ売る判断をしたのかというのをそれぞれの銘柄で簡単にデータをご覧いただきますと、こちらご覧いただいているのは直近まで更新した需給のデータ。上から順番にですね、アレンとメイホーホールディングスに関しては空売り残の状況というのがまだ流通株に対して大きな割合残っているので、今後も期待値としては高めです。一方で、メイホーホールディングスの近日と直近比率の差、同じくインフォリッチに関しても
空売り算の伸びというのが直近落ち着いてきている。こちらのデータが踏み上げには寄与しますが、その燃料となる空売り算というのが少しずつ減ってきているという状況ですね。特にインフォリッチは他の2銘柄よりも期待値は低めと申し上げましたけれども、実際の直近の空売り算、流通株に対する比率というのが4割を切ってきているということで、前回の動画で条件としていた6割からはかなり下回っているということで、このこともあってインフォリッチに関しては一番早々に撤退。一方でメイホーホールディングスは勢いは減ってきていますけれども、空売り算自体は 85% とまだ数字高いところにいますので、ビビリのカモラレは最近の上昇で利益確定しましたけれども、まだ今後も燃料としては残っている形です。ということで1回目の検証を簡単にまとめますと、こちら一番左購入フラグというところでスマサポ以外は検証価値ありと判断しましたけれども、ご覧のような結果ですね。相場環境の厳しい中ではそれなりに耐えている銘柄たち。中でもメイホーホールディングスが1ヶ月間引っ張りましたけれども、データ分析的にいい結果になっているんではないかと考えられます。ところで先ほどからマザーズ指数がこの1ヶ月間非常に暴落していると再三申し上げていますけれども、このマザーズ指数というのが11月の頭になくなるというのをご存知でしょうか。東証グロース市場250指数という名前に変わります。別にマザーズ指数という名前のままでいいと個人的には思いますけれども、何が変わったかと言いますと、こちらの円グラフ、社数の数字に関しては今年の年初に取っているデータですので、こちらは無視していただいて、このマザーズ指数からグロース250指数に変わるにあたっての需給の悪化について構造をご覧いただきたいと思います。内側の円グラフが市場区分改変前、そして外側が現行の市場区分ですけれども、もともとマザーズ指数というのはこのあたりを中心に構成されていますけれども、皆さんもよく IPO、新規上場してくる銘柄、新進気鋭の新興企業というのをチェックされているかと思います。新たに上場してくる銘柄というのはおおむねこちらのグロース市場、昔でいうマザーズであったりジャスダックに入ってくることが多いわけですけれども、こういった新興企業、マザーズを対象としている銘柄に投資する機関投資家というのもいます。トピックスや日経平均のような大型株中心の投資家よりは当然規模は少ないですけれども、こちらを投資対象としているファンドからは、新規上場 IPO した銘柄に対して、例えばマザーズ指数に組み入れられれば、その銘柄を購入する、あるいはもともと指数に組み入れられることを予見して IPO に申し込むといったような投資行動を行います。さて、新興企業の中でも年々利益を伸ばして株価も右肩上がりに上昇していく、時価総額が増えていくような銘柄。こういった銘柄は条件を満たせば、以前の市場区分でいう東証1部、2部といったところに昇格していくという表現は正しいかわかりませんけれども、区分変更される。そうするとマザーズ指数から抜けますので、こういった成長した企業に対しては、もともと投資対象としていたファンドからは売却されて投資資金が回収されるという形になります。以前はこういった資金の流れ、新しく上場してくる銘柄に対して資金を投下する。逆に大きく成長した企業で東証1部2部に昇格していくような銘柄、こちらの銘柄は売却して資金が返ってくるという循環ですね。しかし新たな市場区分、プライム、スタンダード、グロースと変わった際に、皆さんもご存知の通りプライム市場に上場するハードルはかなり引き上がりました。そうするとこの新たな指数からはなかなか成長をしてもより大きな時価総額の市場区分に変更される、昇格していくという企業の動きがだいぶ少なくなります。そうするとグロース市場を中心に投資している投資家はなかなか売却することがなくなる。一方で新しい企業、IPO する企業というのは従来と変わらない基準で入ってきますので、その度に投資していくためにはそのお金をすでに投資している銘柄から斡旋してこないといけないわけです。ということでこのマザーズ指数がなくなってグロース市場250指数に変わる。東証の市場区分の変更というのはグロース市場に上場している銘柄に対しては新たな IPO の企業が上場してくるたびに従来の制度よりも投資家がお金を捻出しなければいけない対象となる。そういう意味ではグロース市場全体における需給、市場としては投資資金の総額が変わらなくても銘柄数が増えるたびに割を食う形になってしまうと、そういった区分変更の弊害が構造的に考えられるということですね。
ということで、グロース市場にとっては、マザーズ指数は暴落するわ、区分変更の構造的デメリットも受けるわで、あまり芳しくないですが、直近の需給逼迫の銘柄、次の検証対象となる銘柄をデータ更新して探していきたいと思います。ただ先ほども申し上げました通り、相場環境的に売買両サイドとも流通株に対する比率というのは収縮しやすい方向ですので、前回の条件と同様にですね、組むと、上から2番目のテクノロジーズという銘柄しかピックアップされない。実際にそれなりにデータが揃って自動的にピックアップされる銘柄だけを投資対象とするというような局面になった場合には、条件を訂正判断で変えるということはできないので、一銘柄しかピックアップされなければそれはそれで、本来はその銘柄のみとするのが適切なんですが、今回はまだ検証段階ですので、一旦ですね、直近の空売り総量の流通株に対する割合を 60% から 50%、そして信用買いの流通株に対する比率、これを 40% から 30% に一旦それぞれ 10% ずつ条件を緩和して、売りサイドの直近比率で並べ替えを行った星印のところで順にピックアップした銘柄をご覧いただいています。この中からまずはデータの好ましいもの、トレンドとして空売りの比率がどんどんと膨れ上がっている、踏み上げの燃料となる株式が増えているというトレンドですね。購買に関して数字が高いのは一番上のスピーと4番目のラボロ AI という銘柄。そして直近のトレンドから最新の週、10月の19日に発表された分ですね。そこで大きく空売りが積み上がっているという銘柄が、こちら近似値との差が大きい3銘柄、マイクロアド、ユークス、テクノロジーズと、それぞれが2桁を超える近似値との乖離幅となっています。その中でも最も直近の拡大幅が大きい中ほどのマイクロアドという銘柄に関しては、信用買いの数量も 10% を超えており、非常に大きな伸び率になっています。このあたり、理想としては株価の推移が横ばい、売り買いの両サイドで拮抗するような形で共に膨れ上がっていく。そして逼迫したところで株価が上向いてきたところに信用買いの方が下がっていき、空売り残が耐えきれなくなって買い戻しを行わざるを得ないというような状況が理想です。そういった意味では一方であまり芳しくないデータと考えられるのがこちら。スピーが信用買いの比率かなり落としている。そして株価もこちらかなり直近下がっています。ただこちらに関しては空売り残が非常に多いので、踏み上げの条件とはずれますが、空売りサイドで利益確定の動きが出てくれば少し上目線もあるかもしれません。また2番目のテクノロジーズに関しては、従来の条件で唯一合致してくる銘柄ではありますが、購買に関して 0.16 と空売り比率のトレンド約半年間とっていますけれども、近似直線の角度としてはほぼゼロに近いような形、後ほど棒グラフご覧いただきますけれども、行ったり来たりを繰り返しているというような銘柄ですね。0以上とはいえ小さすぎる場合は拡大とは言えないといったような判断も今後検証が必要になってきそうですね。ということでこの中から今後ピックアップして検証の対象としたいのはこちら、上から順番にテクノロジーズ、ラボロ AI、そしてユークスとマイクロアドというこの4銘柄に関して前回と同様に検証していきたいと思います。ということでこの4銘柄それぞれの空売り残と信用売買の数量データご覧いただきますと、右下のラボロ AI だけは新規上場した8月以降のデータとなっています。そうすると先ほど申し上げたように左上のテクノロジーズは空売り残の購買が 0.16 と近似直線を取った時にほぼ横ばいの推移、オレンジの棒グラフをご覧いただいても右肩上がりというイメージは直近の9月以降だけですね。そういう意味では最も広がりを見せているのは左下のマイクロアドです。そしてこの中から株価推移をご覧いただきますと、まずユークス、空売り残拡大しているんですけれども、株価が急激に下がっています。これは空売りの影響かもしれませんが、このような推移の銘柄の場合は、単純に空売りのサイドでポジションが利益の方向になってしまいますので、あまり踏み上げという形にはならなさそう。同様に左下のマイクロアドに関しても、8月以降右肩下がりになっていますので、こちらも空売りのポジションとしては利益が出ている状態が予想されます。右上ユークスのような大幅な下落にはなってませんけれども、じりじりと下げているので、あまり好ましくない株価推移ですね。一方でラボロ AI に関してはじりじり下がってはいるんですけれども、若干上向いてきている。この傾向が続いてくれば空売りポジションの損失が大きくなってきますので、
それが耐えきれなくなって損切り、買い戻しの動きが出てくるのを待つという意味では、一番状況としては踏み上げの理想に近い形になっています。左下のマイクロアドも底打ちして徐々に上昇転換してくるタイミングが来れば魅力的に映りますね。そして最後左上のテクノロジーズですけれども、こちらはメモリが大きいのでかなり乱高下しているんですが、空売りの数量が大きくなりながらも株価推移としてはそこまで大きく落ち込んでいない、空売りのポジションが利益ばかりになっているというわけではない、こちらも好ましい状況かと思います。ということで今回の検証については右上のユークス、これに関しては少し手を出しづらいということで、左上のテクノロジーズの押し目と右下のラボロ AI の上昇基調というのを確認して見ていきたいと思います。マイクロアドに関しても上昇基調を待つ形ですが、少し長くなるかもしれません。それから追加的に先ほどのリストで枠線で囲みませんでしたが、GMB という銘柄、こちらに関しては株価の推移がご覧いただいている中では最も理想的な形、メイホーホールディングスと同じような感じですね。非常に横ばいで修練していっているということで、それぞれのグラフの位置が少しずれてはいますが、これは棒グラフと株価推移を対象期間で一致させています。そうすると6月に急上昇したタイミングでは空売り残があまり増えていない一方で、8月のタイミングで空売り残が増え始めている。6月の急上昇の時には増えなかったのに、それよりも小さな上昇で空売りが増えているということで、これ以降構築したポジションに関しては約1ヶ月間ほとんど現行の株価水準では利益が出ていないはずですので、空売りサイドのフラストレーションとしては溜まってきている状況かと思われます。ということで次に需給逼迫のデータを更新する際には、今回ご紹介した銘柄の推移と結果をご紹介したいと思いますので、気になる方は高評価、チャンネル登録してお待ちいただけると幸いです。今回も最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。